皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、内閣官房参与の高橋洋一さんが辞職したというニュースを取り上げていきます。まず最初に私の第一巻から言っておきますが、今回の一連の出来事というのは、新型コロナウイルスに対する発言というものが元になっているわけですが、問題の本質とは明らかに異なったところについて、マスコミが切り取って報道し、それに伴って、あまりにも問題の本質からかけ離れたところで炎上し、そして辞職に追い込まれるという、全く不毛な話に私には見えました。そういった意味で私は非常にマスコミの態度に不満を持っています。さて、それでは高橋洋一さんが辞職に追い込まれるに至った要因として2つの出来事がありました。それはまず第一に、新型コロナウイルスの感染者数が国際比較として多いか少ないかといった話をしたときに、日本の感染状況というものは海外から比べればさざ波みたいなものだという表現をしたこと。これがまず第1点です。そして第2点は、これもまた国際的な比較としての話なのですが、日本では緊急事態宣言が行われて規制をかけているかのように見えるわけですが、しかしこれも日本の中だけで見れば確かにそうなのですが、国際比較をした場合においては明らかに他の国よりもはるかに低いレベルでの規制であり、あたかも笑い物であるかのような表現をしたというところについて、高橋洋一さんに批判が集まることとなりました。この一連の騒動によって野党側はそれこそ内閣官房参与に任命した責任を問うといったような形で、この問題をどうにかして政権批判の新たな一歩につなげようと政治問題化しようとしています。こうした動きもあって、高橋洋一さんは自分の方から辞めましたよという話を YouTube に投稿した動画の中で語っておられました。この話をするにあたって、まず第一に高橋洋一さんについての話を少ししておかなければなりません。内閣官房参与という役目というのは、総理と直接会って話す機会があるわけですから、一般的には国民の声を届ける、いわばメッセンジャーのような役目を期待されているように思われるわけですが、実際その点については全くの間違いだと高橋洋一さんは語られています。内閣官房参与というのは、自分の方から総理に向かってこうした意見があるからこれを聞いてくださいといった話をする立場ではなく、その全く逆で、総理が自分自身がこのことについてはどう考えたらよいのだろうか、どういった情報を得るべきなのだろうか、そうした疑問や知識を入れるべき時に余計な段取りを組まずにすぐに話を聞ける相手として事前に指定するような立場だと言えます。そして高橋洋一さんはこうした何かを聞かれた時にはこうした情報がありますよというのを解説する立場だという話もしています。そして仕事として辞職したわけですけれども、そもそも給料はもらっていないし、同様に退職金の発生などもないことが報じられています。そういったわけで今回の一連の騒動において本当に議論すべきなのは一体何だったのかという話をしましょう。まず最初に、国際比較として日本の感染状況というものがさざ波に過ぎないと表現したこの件についてです。海外との国際比較をした場合において、日本における感染者数その総数やまた増え方、そういった値を見ていけば明らかに感染が爆発した地域、例えば欧米や南米、インドなどと比べると明らかに日本の感染爆発のレベルというのは非常に低いレベルです。このこと自体は間違いなく事実としてデータとしてあります。ですが、こうした他の国と比べた場合の比較論という話はあくまでも数値上のものであって、報道機関ではこのような数値としての話ではなく、そのような表現をすることは実際に新型コロナウイルスで亡くなった方たちというものもたくさんいて、そのために亡くなった方たちの遺族たちも当然存在するわけで、これらの人々が目にすれば一体どのような気持ちになるのか、怒り、悲しみ、そういった気持ちを抱く人たちがたくさんいることについて、なぜ考えが及ばないんだといったような感情論での批判というものがたくさん報道されることとなったわけです。そうした意味では確かに表現としては誰かを傷つける表現になってしまったことは確かでしょう。この件については高橋洋一さんも謝罪したよということは言っておられるわけですし、表現としてはより良い言葉というものが他にもあっただろうとも私も思います。では本来議論すべき話というのは一体何だったのかといえば、それは国際比較した上で日本国内における新型コロナウイルスの感染者数のその伸びや絶対数が少ないかどうかといった部分の話にはとどまるわけではなく、当然のようにじゃあなんでそのように海外と比較して少ないにもかかわらず日本国内では例えばベッドが足りないよといった話などから病床使用率が何十%、80%、90% になりましたよ、そのため
めに入院したいんだけど入院できない、自宅待機を迫られている、発熱して救急車を呼んだけれど受け入れてくれる病院が見つからず、何時間も何時間も、そして一晩明けてもなかなか入院先が決まらなかったなどというニュースをなぜ私たちは聞かなければならないのか。そして対応に当たるのが主に各都道府県のその行政単位であったり、その地域の病院単位であったり、さらには学閥であったり、もしくは公立病院では受け入れようとしているけれど、私立病院ではそもそも新型コロナウイルスの患者については一切受け入れませんよといったところがやたらと多いといった問題などについて、どうしてこれらを解決できないんだといった話などについて、国家が何かできることはないのか、そしてできないのであればどうやったらできるようにするのかといった問題解決のための話し合いというものが全く足りていないではないか、そういった話こそが本来議論の中心となるべき話題だと私は思っています。同じように緊急事態宣言についても、高橋洋一さんはこんなものは海外比較すれば日本で行われている緊急事態宣言なんて変みたいなものだよみたいな表現というもの、確かに下品という指摘は当てはまるでしょう。私自身もそういった表現をあんまりしないなとは思うわけですけれども、しかし指摘している内容、例えば日本国内においては個人の自由というものが尊重されるあまりにおいて、私権制限、行動制限といったものがほとんどできていませんよというのは間違いなく存在している問題です。それこそ海外においてはロックダウン、都市封鎖といったものが実施された時に外出禁止令を出して、その禁止令を守らない人に対しては罰金をしますよ、拘束しますよといったことなども当然のように行われてきました。一方で日本においては自宅待機をお願いしますね、どこにいるかは連絡してくださいね、ホテルからは出ないようにしてくださいねといったほとんどがお願いしますといった話で、相手の善意にほとんど委任しているような話というのが非常にたくさんあります。そのために1週間程度待機しなければならないような人がもう初日から抜け出してもうずっと音信不通になってしまったなどという例なども現在進行形で起こっている問題です。これもまたどう報道するかのその切り取りによってかなり問題がねじ曲げられている部分であり、高橋洋一さんの発言というものを捉えて緊急事態宣言によってそれこそ倒産やもしくは失業する羽目になって人生が狂わされた人たちもたくさんいるのに、こんな表現をするなんて大いな間違いだなみたいな話というものが積極的に行われたわけです。この一件で本来議論すべきなのは、そうした表現をどうこうするといった話ではなくて、公共の福祉のためには時には個人の自由を制限しなければならない、そのことについて例えば憲法と衝突するようなものであれば憲法を直さなければならないし、憲法でそのような私権制限について認めるのであれば、法律が足りないのであれば法律を整備するといった具合にしてどう問題を解決するかといった話について本来なら議論すべきなのです。この件についてはそれこそ緊急事態条項についての憲法改正へとつながるという議論もありますし、またそこまでしなくても法律の改正によって十分に私権制限はできるといったいわゆる方法論についての議論が行われようとしていますが、私はまだまだその議論は煮詰まっているようには思えません。新型コロナウイルスの問題さえやり過ごせば、このような難しい話は取り組まないで済むといったような形で政治家が仕事を放棄しているのであれば、これこそ本来だったら批判されるべき問題点だと思います。言葉の表現を部分的に切り取って本来議論すべき本質からどんどん離れていってしまうというのは、それこそ日本のマスコミの非常に悪い癖です。このような悪い癖というものはそれこそ国民からの信頼というものを大いに失う行為であり、当然のようにマスコミの言っていることは全く信用できないということをどんな場面でも言ってしまう人たちというのを量産してしまうものです。それによって新聞においては新聞の購読者離れというものが全く歯止めが効かなかったり、もしくはテレビなどについても同じようにもう全然テレビを見ませんよ、そもそも家にテレビがありませんよなどという人も増加傾向にあり、全く魅力を失っているマスコミというものを彼ら自身がもっと自覚しなければなりません。そのことが自覚できないようであれば、当然のようにこの後彼らはどんどんと衰退産業の道というものを自らの行為によって悪化させることでしょう。マスコミのような巨大組織がそれこそ自滅の道を歩んでいるからこそ、現在では YouTube のような個人の発信というものが非常に多くの人たちから注目を集めている、その背景にもあると私は思っています。皆さんは今回のニュースのことを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。
それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。